1度目の出会いは偶然、2回目の出会いは奇跡、3度目の出会い、絡みは運命だと思わないかって。ただしその先をより良くするのも悪くするのも君次第。皆さんこんにちは。こんにちは。あやさきラジオのお時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。硬いな。硬い？硬いの。っていうか飽きてきただけ。飽きてきた？どうすんのじゃあ。いやいや、やり続けることに意味があるからいいの。気分的なこの波があるだけだからちょっといろいろねあったんで。大丈夫？うん。ちょっとね寒くなってきたからね。お盆で死んでやっとちょっと落ち着いたかなと思ったらまたおかしなことになって、もう季節の変わり目はやばい。毎回本当に嫌。編集者さんもねコロナになっちゃってさ、みんなね大変で片手間でやってもらってる方だけどさ、もう本業のね片手間で、それでごめんなさいって言われてさ、いえ全然いいですよってもう一言言えんけどね、体優先ですよっていう形なんで、まあうちらもねあまり丈夫じゃないんで。丈夫じゃないね。丈夫だけど中身が。ちっちゃい時から丈夫じゃないね。そう、もう風邪ひくと1ヶ月寝込むって当たり前だったからね。みんななんか 2,3 日で治るとか言うから、そうなんでだろう。羨ましいわって。薬もやっぱ俺効きにくいんだよね。なんか昔からどんな薬でも、怪我しても麻酔してもさ、本来1時間持つってのが20分で切れるとか。怖すぎ。足やった時そうやったし。でそこの先生がさ、足の手術をした時にさ、その先生が麻酔を打つやんか。そしたらもう途中で完全に麻酔消えててさ、痛みで痙攣するんやで。ね、もう把握し、むちゃくちゃ痛いですって言ったら、動かないでよって、いや絶対これ麻酔消えてるからって、動かないであと30分ぐらいはかかるからね。無理。そういう問題って思って。切れてるんでしょ？そうだよ、メスで普通に切られたんでしょ。いやでドバドバっていうで結局麻酔抜きで、なんで麻酔追加しないの？しなかったって。結局大きいとこじゃなくてさ、ちっちゃい病院で、なおかつ昔だもんでさ、どうなんだろう、そこら辺の縛りはちょっとよくわからんけど、でも看護師さんに押さえつけられながら、やだそういう怪我ばっかで昔はね。だからその風邪薬も効きにくいし、そういう麻酔系も効きにくいしっていう、そんな、だから風邪とかさ、そういうのは本当に気をつけとんだけどやばいと。治るっていう気持ちも大事なのよ。プラシーボってものがこの世にあるんですから。自分ほど信じれるもんはないよく言うじゃん。聞くと思ってやるのとでは全然違うと。そう分かっちゃいるけど絶対聞くっていうアメちゃんを舐めたら治るっていう人もいるんだから、だって昔さ、江戸時代ってさ、風邪ひくやんか、抗生物質ないじゃん、何食べてた、何飲んでたか知ってる？馬の糞。教えたかあいちに教えたか。それ本当にね、馬糞を丸めてちょっと乾燥させてそれ飲むんだよ。マジだよこれ江戸時代もっと前か、戦国とかそんな時代。衛生的にどうなのと思わん？今思うと。でも結局それ飲んで治る人は治るしっていう、そういうことだね。プラシーボっていうのもやっぱあるのかなっていう、いやもうそういう昔のね知識と変な知識あると、今の衛生観念とか思うとびっくりなことも多いしねっていう、それで良かったものもあるだろうしね。まあね、だから麻酔なんて本当に副産物だしね、もうまあこれを言うとちょっとやばい単語が出てくるからこの話やめよう。いやほんとにやばい単語が出てくるから意味わかんないよ。P を入れてね、これ、絶対入れてね。麻酔の始まりは結局分かったダメでしょこれそれ始まりだから。お察しくださいって感じでね。だって本当に江戸時代とか刀傷とかあったら、もう手ぬぐいとか木をかまして、出産もそうやって口でかまして、もうふーって
でも分かる人は分かるかもしれないね。分かる人は分かるかもしれね、今でもあるもんそういう。あるね。国によってはそれが認証されてるとこもあるからさ、ってな感じでちょっと初め雑談っぽくなったけど、これを23123 23時間によってまあ2はやろうかな、ってな感じで。ではほい。ちょっとメガネをかけとくか。ちょっとインテリっぽく見えるから。いいよ今ので。かけても何も見ないからいいじゃん。自分の顔がってこと？見えてないからね俺。見えてないわけじゃないんだけど、細かいとか見えてないだけで普通に見えとるよ。だってゲームやるんだもん。確かに普通にゲームやるからね。ゲームとかのアイテムの細かい文字が見えないだけで、普通の人は分からんよ。ちょっと雑談的になるけど、ゲーマーって言っていいのかどうか分からんけど、説明書は分からなくなってから読むもんだから操作とかはやって覚えるもんで、見て覚えるもんじゃないと思った。30代女性、ユンさん。守護様は父方の先祖と母方の先祖とではどちら側がつくなど決まりはありますか？ない。マジでない。これはマジでない。だって父方母方って言ってもさ、むっちゃ分かれるやん。そうね。大元が一つかもしんないけど、こう分かれるやん。じゃあ母方の方でもこう来るかもしんないじゃん。だからこれはない。そうだよね。守護様のもう本当につきたいと思う方、全然関係ない人がつく可能性もあるしね。それもある。そう、一族に恩義があって、それこそ愛知の守護をついた方が、まあいろいろエピソード聞かせてもらって、なんでこの子についたのって言ったら、まあそれはいずれでいいけど、言ってるけどね、どっかで言っとるか、だからその自分が守れなかった妹の面影を持ってるからとかね、そういうものがあってね、まあまだ面影を持っとるかって言っても生まれてないから何とも言えないんだけど、その波長だよね、それを見たというか感じた瞬間、この子から生まれる子供はきっとこうだろうっていう長年の蓄積ができて、直感だよね、自分がつこう。だからついた子が確実にまともな子っていう保証がないから。まあそっか。嫌な言い方、悪人だろうが善人だろうが普通の人だろうがほぼついてるから、いないなんてね、もうよっぽど、マジでよっぽど。でも見たことあるんだよね。ある。現世でそのいなかった人って何人ぐらい見た？鑑定した状態で見なかった方は 4,5 人ぐらいかな。道端的に言ったらもうって言ったら、まあもっとあれおらへんやんって。でもたまたまそういう場合はいないっていう場合がある。あ、そういうことだね。その場から離れて家族の元行ってるっていう場合があるから、カウントは何とも言えないけど、その鑑定した時に 4,5 人の方はいなかったけど、確実にそこの時にいなかったのは2人は確定ね。要は気配っていうか波長がなくなってるから、守護様の痕跡ってある？ある。つながってるパスが運命のパスとちょっと違って、守護様のパスってちょっと違うので、やっぱ色合いというかつながってる。糸みたいにあるってこと？糸ではないんだよね。糸ではない、ちょっとなんていうのかな、キラキラ感というか。何色？白だよ普通に。白。ってことは展開の術式的に作ったものってこと？おそらくそこら辺は俺ちょっと確認しに行ってないからわからん。なんていうの、めんどくさいこと結構丸投げしてきたから向こうねだから向こう、俺さ、この人生を終わった後に普通の人はさ、ちょっと名刺で話しとるけど、あの世で進んでくやか、多分俺すっ飛ばすんだよね。そこすっ飛ばして展開側の雑務が何経年やらされる。やべえぞだって向こう行く時もさ、いろいろ相談もされるもん。これどうしたらいいですか、今俺に言うみたいな。それが溜まってんだよ。たまりに溜まってるから、あと何年後、60年後ぐらい、ね、ちょっと怖いよどんだけ仕事溜まったやろうと思って。やばいよ。だからもうなんだっけ、なんか話飲んじゃったけど、母方父方、どっちがつくかっていう、それはもう決まりはないっていう形なんだよ。じゃあやっぱさ、作輪ことはいけないんで、なんか言葉としてはあやかもしれんけど、愛情がない、思いやりがない
イエスノーで言えばさ、今これ簡単に言えばさ、ノーじゃん。確かに。それで終わるっていう。確かに。相性がないよね。そっか。思いやりが。ノーで終わりなんだ。終わっちゃう。だからなぜっていう説明をしなきゃいけないし、わかりやすくその説明やら雑談をちょっとした方が余計理解が進むかなっていう。それがいらん時間を取ると。確かにイエスノーで答えればね。前もイエスノーマンでやるとか言ってさ、いいの？いいよ。話の途中じゃないの？イエスノーマンで終わる。終わるって言いながら結局できないんだよねって。40代女性マキンコさん。守護様はついてる人の未来を知っていますか？まあ確認するまでもないよね。知らない。はい、ノー。以上。でもさ、だから危機的なことだとか、その展開にとっての運命的なことがあったら指示が来て見せることは多少、教えることは。それは展開の方が直接目の前に来るのか、念話で伝えてくるのか。電波受信するみたいな。そっち？そう、伝えられるっていう。じゃあ愛知の守護さんは展開の人に会ったことありますか？首振ってる。首ってこう振ってる？んみたいな。ちょっと待って。そうだよね。イエスかノーかっつったらイエスなんやて。講習の時。そう。それ以外でだよ。ないって。それはないって。なんか遠い目をしてるけど、なんか遠い、なんか。じゃあ今見えてるの？誰か一人でも。目線をこうやってそらしてか、ダメやな。やっぱダメやな。何回でも聞いてやるからな。無理だもん、無理なんじゃない？だから。答えは変わんないと思うよ。はい、もう一枚ぐらい。もう一枚ぐらいいく？意外と今日早い？早いかも。淡々といけてる気がする。淡々とだんだん話題になっとるよね。第2期今やったんでしょ。どうしよう、見ようかなって。まあ見る暇がないんだけどね。1話だけチラッと見ただけでね。30代女性。これ愛病って読むんだよね。うちらはまな猫ちゃんって読む。そう、愛病って読み方分かってるけど響きが嫌。うちらはまな猫ちゃんって呼ぶの。間違ってるわけじゃないからね。あえてを俺らはそう言っとるだけだから。だってマナ弟子とかさ、マナ娘って言うじゃんか。自分のこと自分の娘とかさ。でも愛病ってなんか嫌だなっていう。個人的な概念なんで、まあスルーしてください。突っ込むとめんどくさいんで。うちらの考えなんで、これは。はい、ごめん。マナ猫2匹を愛しすぎる M ちゃん。いいんじゃない？私は元ノラちゃんの猫を保護して2匹の猫ちゃんと旦那さんと暮らしています。2匹とも運命を感じてこの子がいないといけないと直感で思いました。頭で考えるより先に体が勝手に動きました。2匹の猫ちゃんがお家に来てから私は幸せで常にこの子たちから守られてる気がするのです。猫ちゃんには霊が見えると聞きますが、そういった悪いものを追い払うような不思議な力はありますか？いつも YouTube 拝見させていただき、楽しい時間を過ごさせていただいています。これから暑くなりますが、どうぞお体にお気をつけください。ここで来ちゃったか。俺それ話題にしようと思っとったんやね。そうなの？にゃんこの特性というか、ワンコの特性、にゃんこの特性の話を俺しようと思っとったんやけど、まあここでさらっと言ってもいいんだけど、嫌な言い方をするね。まず保護猫とかして飼うとかさ、それって自分が寂しかった場合と愛情が少なくて求められたから返したっていう嫌な解釈もあるんだけど、でも反面ちゃんとした運命っていうのは正直あるんやで。この子と出会うための私が助けてあげて一緒に暮らして良くなってくっていうのはあるんやで。だから悪い本名を強調されると嫌なんだけど、このにゃんちゃんが悪いことを弾いてくれるっていうのは正直あるんやで。まず犬のことで言うと、犬の遠吠えってあれって悪い霊、まああくまでも底辺ね、弱い霊とかは押しつぶせる。遠吠えで、念で愛知の現象の時のやっとった技と一緒。あれ意味があるんやで。コミュニケーションとか、まあ現代でいろんなことはあるんだけど、でもワンちゃんの遠吠えとかうなりとか吠えるっていうのは、あれは力があるんやで。霊的にってこと？霊的に。要は精神体に干渉できる。
でにゃんちゃんの場合はそれを的確に見えて急所を探して威圧で押しのける。威圧。そう、にゃんちゃんの場合は攻撃うんぬんじゃないで、にゃんこの場合はパトロールと言った方が正しい。言葉を発さなくても発さなくてもにゃんこの場合はもともとにゃんこ自体が霊力が強いので、それがじっと見られて、ましては自分にとっての急所の部分ね、人間で言えば心臓だったり脳の部分をじーっと見られてみ、力強いものに、例えばライオンとかヒョウとかに目の前に来られてこうやってさ、頭とか心臓こうやって見られてみ。なるほど。どう思う？なるほど。恐怖感ない。それで部屋の中の悪いものを押し出そうとかね、そういうのは全然あるんやて。これは一時話そうと思って全然ここで話しちゃっとるけど、だからこのにゃんちゃんが一緒に暮らすことによって、そういう悪い邪気を払ってくれる。で共にいることが意味がある。結局運命の出会いになってんだよね、これが。運命。そう、このにゃんちゃんノラだったんでしょ。だから来るべきに来て、自分がちゃんと判断してお迎えしたことに意味があった運命。意味がある運命。そう。ただ運命だから絶対出会うってのはあるよ。ただ運命はあくまでも出会うことね。その先の営みだとか生活とか絡むことは努力が必要だから。なんか運命っていうと、その前世からのつながりがあるとか、まあそれもあるけど、その現代風に俺そのなんていうのかな、恋愛とかそういうのにもよく言う言葉があって、人の出会いってのは所詮偶然なんやて。偶然なんやて。職場が一緒、すれ違った偶然なんやて。でも2回目は奇跡なんやて。こんだけ人口がいる中のすれ違いね、首都圏といっても同じ町といってもさ、まあすんごい過疎地とか行ったら話は変わってきちゃうけど、もしだよ、まあ大都市名古屋、東京、大阪とかね、まあ北海道、函館とかさ、人口密度が多いとこで同じ人とすれ違うタイミングってさ、まあ仕事場とか通勤とかいや別だけど偶然じゃん、出会うの、ね、それ運命言わないよね、偶然なんやで。でも2回目短期間で出会うのはそれは奇跡なんやで。で3度目ね、近いうちに何か仕事で例えば一緒になったとかね、遊びに行った瞬間、買い物行った瞬間ばったり会った、それ運命だと思わないって。確かにっていう俺は昔から言ってる。偶然であり奇跡であり、でもそれが続いた後は運命である。でもその後、出会った後は努力ですよって。どう転ぶかは本人の力って俺は言ってる、いつも。1度目の出会いは偶然、2回目の出会いは奇跡、3度目の出会い、絡みは運命だと思わないかってよく俺は言ってた。ただしその先をより良くするのも悪くするのも君次第だからさ、にゃんちゃんをお迎えしてわーかわいいで終わったら、そうやって単なる出会いの運命、ね、その先やんか、可愛がってお互い思って補うからより良くなってくるだけで、悪いことも運命の出会いだから。確かにいい答えになった、何噛み締めとる？噛み締めてました。なんか出会った頃にあいち言われた、それ。あいちにも言ったか、忘れとる、当たり前のことだと思いすぎとるから、普段の俺言っとることも自分にとっては当たり前だし普通だと思っとるし、経験したことを言っとるから、あんまり特別感がないんだよね、はい、なんかちょっとしんみりした最後。お時間的などそろそろかな。そろそろ、ということでここいらでね、ちょっと短いのかなと思ったけど、まあコンスタントにポンポン上げれればよろしいのかなと。いろいろと大変だもう夜がやばいんやて、寝れなくてね、考えちゃダメ。そう、考えすぎて寝るのが4時5時なんやて。とんでもない作詞やな、だってオールマイティだから俺、いろいろってか全部持ち合わせとるよね、全部持っとるよ俺は。だからあの色だよ、ありえない色って、そのあやかしの里でも俺言われたし、ありえないっていう、全て持ち合わせております。まあ補足的に言うと展開って色ないからね、オーラの色ってみんなない。ある段階の下を行くとある。なんで？だから前言ったじゃん、進化の過程の
開拓の話したじゃん、愛知に。天界あって、もう一つの世界があって、人間があって、で、あの世があってと、その開拓の話の時に、ある基準を設けるために色をつけたって。ああ。いいのこれ言って。そこら辺ぐらいないんじゃないの。まあ細かいことは名刺とかそういう話。めっちゃ重要な話だよ、それ大丈夫？だったらピー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 にしといて。ピーにしといて。カットやとなんかあれやもんね。なんかうさんくさくなるからピーにしといて。どうしようかな。だって結局人間のできた理由とかも全部わかってるけど、ちらほら言っとるよ。言っとるけど、本当に残酷だから言えないんやで、これは。小出しにしていくっていう風でいいの？そうやって。それを、こうしてくださいってことでしょ？まあ、流れ的に今ちょっと話してるだけで、ちゃんとしたシリーズとかそういう話するんだったら、ちゃんと話して、それを名刺部とかで持ってくけど、今、なんとなく長いでちょっと。すごいワード言ったよ。だから P にしといて。やだ。なんでやねん。いいって言ったじゃん。小出しにしてくんでしょ？まあそこら辺は編集者様にお願いする。編集者様よ。様によろしくお願いします。変なことにならないように。わかんないよ、何しでかすか。いや、真実は分かっとるけど、本当に残酷なんていうレベルじゃないんやて。これを知ってのやばい方に転がる人もいれば、認めて、すっきりするって人も絶対いるんだけど、そのやばい方に転がる方が落ち込むっていうレベルじゃないから言えないんだって。これは本当の理由は愛知には話したけどね、成り立ちから今の現象を超えて3世代ね崩壊した後のこの現象の現代の地球というか、それにあまねく他の文明とかさ、そういう話は愛知にちらほらしとるけどね。パンクしそう、興味があるから意外と覚えとる。覚えとるよ。てな感じで。だって真実は変わんないからさ、変わんないよ。聞いたところでさ絶望したってどうしようもないじゃん。どうしようもないよ。どうしようもないけど心の弱い人は折れちゃう。心壊れちゃう。ちょっと昔出した前世物語とかさ、俺が前世見した方のその物語をお話しさせてもらったものがあるんだけど、ね、白い魔女の方とか、あんなのさ、心臓弱い人とかさ、マジで感情移入したし、やばいよねっていう。あれでも結構ね、優しく言ってる方だから。結局人間は残酷なんやで。真実は一つなんですよ。そう。お子ちゃまが言っとるやん。ね。メガネかけてるお子ちゃまがいつも言っとるやん。って。ね。真実はいつも一つって言ってますね。言っとるね。それが伝言ゲームやら、そう。あれこれ改変されて。で、時の権力者に都合のいいようにやられて、なってると。それが今に成り立ってる人間社会っていう。だからよっぽど、まあ、その動物の世界でもさ、いじめとか喧嘩って普通にあるんやで。動物同士でも。普通にあるよ。いじめもある。あるある、全然ある。象同士なんか特にそうだよ。その、絆が強すぎる分、逆にいじめがすごい。はぶられたら、もうとことんっていう感じ。まあちょっと脱線しすぎるんでここいらにしときましょうか。はい。はい、お疲れ様です。では次回続くかどうか知らんけど、この話が続くかわからんけどお疲れ様です。お疲れ様です。